こんにちは。お元気ですか？私はですね、ちょっとあんまお元気じゃございません。少しね、体調を崩してしまって、体調を崩してしまってじゃなくて、またちょっと疲れちゃってっていう感じですね。疲れを溜めてしまって、ちょっとその疲れで体調が悪いっていう感じでしたね。今日はスーパーに行ってなんか買いたかったんですけど、もうスーパーに行く元気もなくて、元気がないというか、もう疲れがもう疲れちゃってなんかね、もうそんな感じでしたね。ちょっと前にね、すっごい疲れちゃったからちょっと休もうかななんて言ってたけど、まあ2日間くらいちょっとゆるく過ごして、その後からまたちょっとね、ちょっとまた無理してしまって、あの疲れちゃいましたね。ね、なかなか健康第一っていうのは難しいもんですね。あとね、昔はこれくらい無理が効いたっていうのがね、やっぱりね、効かなくなってきてるなっていうのはあるので、そういうのはね、ちょっと認めたくないけど、認めなきゃなっていうふうに冷静に自分の体の状態っていうのをね、判断して、あの無理をしたら結果的に後で体を壊したらね、効率がその方が悪くなっちゃうわけですから、昔とは違うんだなっていうのをよく冷静に判断した上で自分の体をねマネジメントするというか、そういうのってやっぱ大事だなっていうふうに思いました。なんかね、もう本当にね、あはっていう、もう本当にあはっていう感じなんですけどね。ちょっと疲れが溜まってたのと、あとね、なんか昨日ね、ちょっと急にお腹が痛くなったんですよ。あのちょっとここ最近2週間ぐらい結構家にずっと缶詰状態で、運動とかもなかなかできなかったんで、散歩ぐらいした方がいいなと思って、昨日ちょっとね、散歩に行ったんですよね。でちょっと2時間くらいかな、2時間も歩いてないか、1時間半くらい、適当に歩いてきて帰ってきて、でその後、ちょっとパソコン開いていろいろやりながら、ちょっとね、寒いなーって思ってたんですけど、寒いのを無視してちょっと薄着のままそのまま過ごしちゃったら、なんかちょっと適当にベッドの上に座りながら楽な姿勢でやろうと思って、なんかこう体勢を変えて腹筋に打って力を入れたら、なんかその瞬間すごいこうお腹が急に痛くなって、うわなんでこれとか思って、なんかね、うーってすごい痛くなって、どうしよう、盲腸かな、どうしようとか思ったんですけど、でも急性虫垂炎って言っても、急の急がこんなに急すぎるかよと思ってあの腹筋にお腹をお腹にお腹の腹筋に力を入れた途端とかだったんで、いくら急性の虫垂炎とかでも、あれなんかじわじわ痛いかも、あれあれなんかじわじわ痛くなってきたかもとか、なんかそれくらいのねあれはあるだろうと思ってなんか下腹部の右下の方が痛くなったんですよね。でどうしようどうしようとか思って、でも中枢炎だったら嫌だなとか思って、急性にしても急性すぎるでしょうと思って、タクシーかタクシー呼ぶのかとかいろいろ思ったんですけど、そこまでまだ痛くなってなかったんですけど、もしこのまま痛くなっちゃったらその可能性もあるかなとか思ってちょっと焦ったんですよね。で普段タクシーなんか乗ってないから、前にタクシーのアプリ入れとこうと思ってたのにめんどくさがって後回しにしてたとか思って、ネットでこの辺のタクシー会社調べて電話とかしなきゃなのかなとか思いながら、あとお財布とかちょっとしたの上着とかなんかそういうのもちょっと出しとかなきゃとか、なんかもうね勝手にね、そこまで全然痛くはないんですけど、万が一このまますごく痛くなって中枢炎だったりとかした場合はとか考えて、なんかもう早めに病院行かないととか思って、そう
だからそこまで激しい痛みじゃ全然なかったんですけど、そうなる可能性にちょっと恐れおののいて焦ってましたね。でそんなことをして10分ぐらい経った時に、なんとなくね、こうお腹が少し下った感じがして、ちょっとトイレに行ったんですよ。で、ちょっと、お手洗いで用を足して、あれもしかしてこれ便秘かって思ったんですよね。ちょっとその後ね、結局痛みが発生してから1時間後ぐらいには徐々に治って収まったので、もちろん虫垂炎とか、もしくはそれ以外の内臓系の疾患である可能性もあるので、油断はできないけれども、とりあえず何かあった時すぐ病院に行けるように、ちょっとお財布とかね、あと上着とか用意しとこうかなとか思ってたくらいなんですけど、でもね、特にその日はね、もともと疲れてもいたし、なんか疲れたのになんで散歩行っちゃったんだろうねって感じなんですけど、疲れてたけど体は動かさなきゃっていう気持ちがあって、その疲れもね、ずっと座り続けててパソコンいじってる、そういう疲れだったんでね、逆に体も軽く動かした方が、いわゆるアクティブレストというか、逆に疲れも抜けるだろうっていうのもあって、もしかしたらね、その帰ってきた後ちょっと体が寒いなと思ってるのに、寒い服装のまままたパソコンに向かってなんかやっちゃったっていうのが悪かったのかな、お腹が冷えちゃったのかなっていうふうにも思いますね。で今のところ、疲れは抜けてないけどお腹の痛みは全然今日とかないので、あのまあ自分で判断するのは良くないですけど、おそらく虫垂炎とかではないっていう感じですね。ちょっといろいろお腹を押してみたりとかね、した感じからすると、押しても痛みとか全然ないし、あとね、その痛みの範囲も別に他の部分から落ちてくるような感じもないし、腰が痛いのはあるけど、それはずっとある腰痛の、その腰痛のいつもの腰痛っぽい腰の痛みだと思うので、その内臓疾患から来る痛みとかではおそらくないんじゃないかなとか、いろいろ自分でね心配して考えるわけですよ。一応そういう可能性も考えた方がいいなとか思ってね。なのでちょっとこの数日くらいはちゃんときちんと様子を見ようかなとは思ってるんですけど、おそらく、便秘が原因なんじゃないかなっていうふうにあの希望的観測もありますけどね、そんな風にちょっと思ったりとかしましたね。っていうのも最近便秘にがちではあったんですよ。確かに私何年も便秘ってなかったんですけれども、実は数ヶ月前から少し便秘になっちゃったんですよ、数年ぶりに。米が買えなかったじゃないですか。米騒動ですよ、つい最近の。で私今まで玄米とか三分月米を食べてたんですね。それによってもう全然便秘とかなかったんですけど、そういうのが手に入らなくなって、スーパーで売ってるやっと見つけた白米とかを買ってたんですね。だから1ヶ月ちょっとぐらい私白米生活に入ってたんですよ。でそれでちょっと便秘になっちゃったなーっていうのはあったんですけども、そのうちまた三分月のお米食べ始めたら戻るだろうって思ってたんですけど、食べ始めてもうどれくらいだ、1ヶ月経つかな。1ヶ月は経ってないかも。この三分月米の生活に戻って23週間くらいは経ってるんですけど、なんかね、そんなに戻らないんですよね。この便秘がなかなか改善しなくて、
まあそこにね、さらに友達がね、新潟のお友達が白米を送ってくれたんですよ。なのでそれもあってちょっと白米を食べる割合が三分好きのお米を毎日じゃなくてたまに白米も入れたりとかしてたので、完全な三分好き米には戻ってなかったので、そういうのももしかしたらちょっとあるのかもしれないんですけど、それでなんか自分でも意識してなかったんですけど、気づいてみたら最近ちょっと便秘じゃないかと思って、そうそう便秘だなってことに気づいたので、そういえばオートミールとかもここ最近あんまり食べてなかったかもとか思って、結構習慣でおやつにね、オートミールとバナナとココアとかをね使った簡単なオートミールバナナココアパンっていうのをねよく食べてたんですけど、それも最近なぜか食べてなくて、食物繊維がこの前よりもだいぶ減ってるなと思って。多分ね、前はね一般的な人に比べて多いくらいだったとは思うんですけども、もともと私子供の頃から体質的に便秘がちなんで、それくらいで多分ちょうどいいんですよ。そうそう、だからねちょっと便秘を早く治したいなっていう風にね、昨日の腹痛が起こって思いましたね。そうなんかね、だから今日とかもねスーパーに行ってバナナとか買ってきて、明日からのおやつオートミールバナナココアパンとかをね多めに、そういうおやつ系をあの前結構食べてたけど最近少なくなっちゃったから、またそういうのをちょくちょく食べようと思ったんですけど、今日はちょっとスーパーに行く元気が出なくて、やっぱね疲労で疲れちゃって、溜め込んじゃって、また疲労を、まあそんな感じでございます。でね、今日はね昼ちょっと一回昼寝しようと思ったんですよね。ちょっとこんな疲れた状態でなんか中途半端にいろいろやってもしょうがねえと思って、で一回しっかり昼寝してちょっとしっかり体休めようと思ったんですけど、なんかちょうどうちの横でね工事みたいのやっててね、めっちゃうるさくてね、なんかこう2時間ぐらいぐーって寝ようと思ったんだけど全然寝れねえとか思って、でなんかふと思ったんですけど、多分工事でずっとうるさかったから、あのなんかもう自分では音に慣れたつもりではあったけれども、同じことをしてても多分ねストレスになってたんだと思うんですよね、その音が。だから余計に疲れたのかもと思って、プラスアルファで、だからまあしゃあねえなっていうふうに思って、まあうんねどうしようって感じなんですけどね。でもうるさいからって外に行ってたらちょっとなかなか、すいません、なんかね今なぜかちょっと眠くなってきちゃったすいません、今夜なんですけど喋ってんのはね、うん、なんだっけ、そう、夜じゃないや、昼寝れなかった。昼寝して一回疲れを積極的に休もうと思ったんですけど寝れなかったっていう話ですね。でもうこうなったらと思って、とっておきの、まあ、とっておきのってわけじゃないんですけど、私家とか飛行機とか電車とかね、こうなんかうるさい時はノイズキャンセリングイヤホンをつけることにしてるんですよ。でそうノイズキャンセリングイヤホンをしながらこう寝たりとか、もしくはそのノイズキャンセリングイヤホンでYouTube 聞いたりとかねしたりしてました。そうそう、私が持ってるこう持ち物の中で結構お気に入りなのはこのノイズキャンセリングイヤホンですね。飛行機とか乗るときはね絶対にもう必需品ですね。でも電車でも結構してますね。別にスマホとかね音楽とか全然聞いてないのにイヤホンしてますからね。やっぱねうるさいのってね、もう慣れちゃうと何とも感じないんですけど、意外とでもストレスになってる気がするんですよね。
ちょっと疲れるというか、ほんのちょっと多く。そうだからね、もうね、これ何年前に買ったんだろう。5年くらい前かな。いつだろう。あ、2019年に飛行機乗った時にはもうすでにしてたから、絶対5年は経ってますね。6年ぐらい前かな、買ったのに買ったんですけど、結構ノイズキャンセリングイヤホンって高いんですけど、あの坊主のやつでそこそこいいやつ買ったんですけどね。でもやっぱここのその使い勝手というか、その便利さを考えたらね、全然いい買い物だなというか、必需品だなっていう風にね、私は思いますね。小型船の船とかもね、乗るときめっちゃうるさいじゃないですか。あれとかもね、すごいいいです。ノイズキャンセリングイヤホン。そうそう、だから今日はちょっと疲れて、ノイズキャンセリングイヤホンをしながら寝てましたっていう話で、こうやってノイキャンのイヤホンしながら寝てて、あれなんか前もこういうことあったなとかって思い出してたんですよ。なんかね、そのこっちに引っ越してくる前の東京に住んでた時のお家で、そのアパートのお隣の普通の民家、この住宅街に住んでたんで、その民家でね、改装工事が行われてた時があったんですよ。で、日中はね、私も会社に行っちゃうから、土日はどうだったかな。土日やってたか忘れちゃったんですけど、でもだから日中はどうせいないからね、改装工事とかやってても別にそんな気にしてなかったんですけど、ある日ね、私あのちょっと体調崩してお仕事休んじゃったんですよね。なんか結構無理して、その時また仕事無理する体質なんでしょうね、きっと。無理してなんか仕事してて、自分体丈夫だからとか思ってたら、あの免疫が多分下がっちゃったんだと思うんですけど、手足口病っていうのになっちゃったんですよ。手足口病。あのよく子供が幼稚園とかで流行るとか言うじゃないですか。それになんか私かかっちゃって、多分だからこう一般的な生活の中でそういうウイルスって結構いろんなとこにいて、たまたま私がこう疲れすぎちゃって、こう免疫下げてたから、それで普通にかかって発症しちゃったんだと思うんですけど、お医者さんに行って手足口病ですって言われて、それで熱もうわーって出て、39度後半ぐらい出て、40度近くね、うわーって出た時に、もう家でうわーって寝て休んでたんですけど、医者に行った後にね、そしたらさ、隣ん家がちょうど改装工事中で、めっちゃうるさくて、なんかね、もうそれが辛かったっていう。でね、あ、そうだ、ノイキャンがあると思って、その坊主のね、ノイズキャンセリングイヤホンをしながら、こう熱でフーフーしながら寝てた記憶があって。そうそう、だからね、もちろん何もあの耳に入れてなくて静かなのが一番快適なんですけど、すっごいうるさい音を聞いてるぐらいだったら、あのノイズキャンセリングイヤホンした方が全然快適ですね。電車とかでも全然それしてた方が快適なんでっていう感じで、ノイズキャンセリングイヤホンおすすめです飛行機とかよく乗る機会がある方とかもおすすめですそうそう、そんな感じですね。なんだろう、だからうーん今日喋るテーマが私今疲れてますっていうことぐらいしかちょっと思い浮かばなかったんですけど、そうそう、だからね、一回火曜日か水曜日にも動画アップしようと思ってたんですけど、もうその時にもね、もう疲れがね、まだお腹が痛くなる前ですけど、もう疲れがもうどうしようもなくて、疲れてるけど何か頑張っててそれで、そうちょっと動画を上げる気力も起きずみたいな感じでしたね。
いやでもやっぱり若い頃に比べてそういう体力もなくなったかって思いましたね。なんか分かりやすく運動とかね、体を動かす体力とは別にこうじーっと座って延々にパソコンをこういじってるとかね、そういう体力もなくなったなって思って、ちょっとね切ないですね。シュンとしちゃいますでね、今日とかもね、あのー料理とかしたくねえなって思ってたんですけど、だからまあ出来合いのっていうか家にあったものを適当に食べたりとかしてたんですけどね。でもね、こういう体が弱ってる時こそね、きちんとしたものを食べたりとか、消化にいいものを食べたりとか、そういうのが必要じゃないですか。だから本当にね、こういう時はね、誰か作りに来てくれまあもしくはもう一人暮らしじゃなくてね、誰かと一緒に住んでたらなーみたいなことはね、こういう時だけ思いますねうん。なんかなんか胃腸も弱ってる気がしたんで、こう体が疲れると結構胃腸も弱ってる感じするじゃないですか。なんで、あ、そうだ、冷蔵庫にちょうど大根があったから大根おろしとかして、消化にいいもの食べたりとかしようかなとか思ったんですけど、この大根をおろすっていう作業がね、もう無理と思って誰か大根おろしてくれっていう風に今日は思いましたね。そうそう、結局ね、残ってたご飯と、あとなんかこう刻んであったネギのストックを使って、あ、そうだ、卵がゆ作ろうと思ったんですけど、もう鍋に火をかけるのもめんどくさくて、適当にお米に水入れてレンチンして、その後塩とか天然塩とかね、ネギとかね、卵入れてもう一回チーンってしてあんま味的には微妙だったけど、即席の卵がゆ、おかゆにはなってなかったけど作ったりとかしてましたそうね、そんな感じで、でもこういう時のためにある程度副菜の作り置きとかあったら楽だったのかもしれないけど、いや、まあだったらレトルト食品でいいかなと思いましたね。そういえばおかゆのレトルトちょっとあったわそれでもよかったかもしれませんね。でもね、そういう時でもね、甘いものとかね、ちょっとジャンクなものは食べたくなったりとかするんですよね。ドーナツとかさ、もう買いに行けないから食わずに済んだけど、なんかやっぱ甘いものに逃避したいっていうかね、この体調が悪い時でさえ一瞬でもこの甘いものを食べた時の快楽で、その体調の悪さをごまかしたくなるっていうかね、本当の一瞬なんですけど、そんな感じでね、皆さんも健康には気をつけてください。まあ無理が効かないお年頃っていうのは、まあ人によってね、様々だとは思うんですけどもね、もう私も47歳なので、もうね、多分ね、41、2ぐらいまではそこそこそれでも体力にはある程度自信がありますって言ってもまだいける感じだったような気がするんですけど、やっぱね45を過ぎたらね、私の場合はだけどね、ちょっとずつね、やっぱ年齢を受け入れないとっていうのが若い頃とは違ってきたなーっていうのは感じた感じでございますさっきお腹がちょっと痛くなって、あれ急性虫垂炎かなとか思ってあたふたしちゃったっていう話をしたじゃないですか。でなんとなくちょっと思ったんですけれども、なんかね、そういう時にね、やっぱ一人で住んでる、一人暮らしで、しかもまあ一人で生きててぼっちな人ってさ、いろいろ結構心配じゃないですか。なかなかこう周りの人にも頼れないというかさ、何せぼっちだから頼る人もいないんだけどさ、でもまあ私の場合友人とかはね、遠方に住んでる友人とかいますけれども、まあもしくはこの近所にっていうか同じぐらいのエリアに住んでる
こっちに引っ越してきてから仲良くなった人とかね、そういう人とかもいるけれども、なんかね、そういう人にはさすがにちょっと頼りにくいっていうのはありますよね。で、ある程度仲良かったとしても、こう相手にはね家族もいるし、あのまあご結婚されててパートナーがいたりとかね、そういうふうに一人で生きてるわけじゃない人とかだとちょっといろいろ遠慮とかもあってちょっと頼れないっていうのってあるじゃないですか。なんかそういう時にさ、やっぱり同じような境遇で生きてる方っていうかさ、要は一人暮らししてて、まああのぼっちで生きてる人ですね。同じ人同士のネットワークがあったらいろいろ助けてとかちょっと手伝ってとかさ、お願いしやすいなっていうふうに思ったんですよね。もしかしてこう見つければね、ネット上でそういうのってあるのかもしれないですけどね。結構こうなんていうのかな、一人で暮らしてて、まあちょっと遠方にでもね兄弟がいたりとかね親がいたりとかね、そういうんだったらまだちょっと頼れる人は遠方にはなっちゃうけどいるかもしれないですけど、結構ほんと一人の人ってね、普段はね別に何でも一人でできるしっていう感じだから問題ないんですけども、なんか困った時に人にちょっと頼りにくいというか気を使っちゃうっていうのはありますよね。なんていうかこうね、ご家族いる方とかパートナーがいる方とかだとちょっとこうお願いするのに気が引けちゃうというかね。そうそう。だから本当に一番気兼ねなくこうお互い助け合えやすいのがやっぱ同じように一人暮らしでぼっちで生きてる人とかね、そういう人たちとのネットワークがあれば頼りやすいなっていうふうに思ったりしましたね。近くに住んでればねそういう人がね、物理的にもいろいろ助けてもらったりとかすることはできると思うんですよね。何かあった時駆けつけてもらったりとか、あとは情報交換、情報交換はね別にこうネット上でできるんで、近くに住んでなくてもあのできるからあれですけれども、例えばそういうこなんだろこうネット上でのコミュニティとかがもしきちんとどっかであったりとかしたらね、こうお互いこう情報交換をしたりとか、こういう時はこうだとか、もしくはこういうことがあった、例えば今回の私の例とかだとね、おそらく私別に中枢炎とか内臓疾患じゃないなっていうふうには感じてるんですけれども、あの実際に中枢炎で一人暮らししててこうなっちゃった時こうだったよとかいう体験談とかをね、あの人から聞いてたらなるほどとかね、あと実際同じような状況になった時とかね、ちょっと慌てずに済むとかね、そういうのはあると思うんですよね。だからそういうのがあったら独り身ネットワークというか独り身同士の相互扶助というか、そういうのがあるといいなぁなんてねちょっとね思っちゃったりしましたね。でなんて言うんだろう、そういうのは情報交換とかすごい助けになると思うし、今はねこうテレビ電話とかもできるんで、一番普及というか一般的によくみんな使ってるのは Zoom とかだと思うんですけども、Zoom 以外にもねいろんなテレビ電話系のってすごい出てきてるような感じがするので、そういうので複数で話し合ったりすることもできるし、顔出しが嫌だったらねビデオオフにして話すのに参加するとかもいいし、話すのもちょっとあれっていう人はねそういうのを覗いて聞いてるだけでもいいし、それなんだったらねチャットだけのなんかそのコンテンツを使ってチャット上で人と情報交換をするとかね、それでなんとなく気が合った人同士とはその DM を送ったりとかして、近くに住んでたら実際に会ってみるとかもいいと思うし、もしくはねそのチャットのコミュニティ内で何々県人だけのっていうのを細かくたまに分けてイベントとかやってねお話ししたりとかすれば、いずれねその
近県同士というかね、同じ県内とかでのねコミュニティとかできたらまあいいなーなんて、そういう無双をしたりとか無双って妄想の方の無双ですね、夢のそうですねをしたりとかちょっとしちゃったりしましたね。やっぱ普通に日常生活で生活してる中でこうなかなか自分と同じように一人で暮らしててっていう人会う機会がねまずないんですけれども、ネット上だったら本当にもう無限にいるっていうぐらいいると思うんですよね。なのでこれからのご時世というかこういう感じで生きてるスタイルっていうのも増えていくと思うので、そういうネットワークがねどんどんこの新たなそういうコミュニティが生まれて構築されていったらいいんじゃないかななんて思ったりとかしました。ちょうどね今はねそういうインフラっていうのはね昔と比べて全然整いつつあると思うんですよね。要はねインターネットっていうことですよね。本当に20年前とかはさまだスマホっていうのがねちょうど出る直前ぐらいかな、20年前は。なのでインターネットといえばみんなパソコンでやってる身近なもの、常に手元にあるものっていう感じじゃなかったし、なんだろうね、私多分20年くらい前、もうちょっと前か、だから20代の前半くらいとかだとね普通にパソコン持っててネットしててっていうと人によってはねパソコン持っててネットしてるんだすごいねとか言われたことあってびっくりしたことあったんですけど、その頃はねネットで通販するとかさネットで遠方の人に連絡を取るとかね、そういうくらいな感じだったんですけども、まだパソコンのスイッチポチって入れて立ち上がるのにウィーンってしてちょっと時間がかかるようなねそういう時代だったんで、Windows94、98からかな、私が自分で買ったのは。そういう時代でございます。そうそう。それに比べたらね、本当に今はね、あのもうパソコンとかインターネットとかがね、特別なものじゃなくなってますよね。そもそもパソコンじゃないよね。スマホでやってるからね。もう逆にスマホはすごい使えるけどパソコン関係は使えないっていう人はもしかしたらいるかもしれないですね。とにかくネットを使うっていうことがもう当たり前になって、一人一台携帯ね、一人一台インターネットっていう時代になってるので、インフラは本当整ってるし、それにパソコンを使ったそのネットでのやり取りとかもね、コロナが流行ったあたりでやっぱり Zoom を使うっていうのも結構一般的になったじゃないですか。テレビ電話を使うっていうのもね。あのなのでちょうどねインフラは整ってさらに、日常に入ってきてるというかね感じもするので、こういう独り身で住んでる人もね何かそういうコミュニティがあればねお互い情報共有をしたりとか、こういう時はこういう準備をしといた方がいいとかね、こういう状況の時はこういうのがあるといいよとかね、そういうのがあれば本当に心強いし、そんなコミュニティをやってる中で、比較的近いところに同じような人がいたらね、実際にオフ会みたいな感じでね、オフ会っていうほどそういう感じなもんじゃなくてもいいと思うけど、ちょっと会ってご飯でも食べてみようかとかね、そういうのも生まれたらとてもなんかいいなって思ったりとかしましたね。でさっきも言ったようにね、あんまり人と会いたくないっていう人はね、チャットをするだけのやり方もあるだろうし、もしくは人がチャットしてるのを眺めてるだけっていうのももちろんありだと思うし、なんかねそういうのがあるとちょっと安心だななんて思っちゃったりとかしました。で、もちろんねこうやって一人で生きてて、途中でご結婚されたりとか、もしくはご結婚っていう形じゃなくてもパートナーができたりとか、もしくは生き別れた兄弟が実はいたとかね、そういう稀なケースでね、なんかそういう感じで一人じゃなくなったとしてもね、別にそのコミュニティにいてもいいと思うしね。
なんかそういうのがあったりとかしたらいいなーなんていう風に妄想したりとかしましたね。やっぱりね、こうなんて言うんだろう、こうちょっと体調が悪くなった時とか、何かすっごい困っちゃった時とか、何かすっごい弱ってる時とか、そういう時だけやっぱちょっと一人だとちょっと心もとないなって思うことがちらっと思うんですよね。まあそんなにね、こう悲観するほどのあれじゃないんですけど、まあ自分で何かそういう情報をあらかじめこう入手しておいて、事前にこういう時はこうっていうふうに決めておいて準備をしておけば問題ないっていう気持ちはあるんですけれども、そうなので、まあいずれそういうコミュニティがあったら自分もちょっと覗いてみたいななんて思ったりとかしましたね。でね、ゆくゆくはね、この先こうそういう人たちが高齢化していったらね、ある程度一緒に住む田舎のねそういうあのちょっとそういうなんだろう、新しいシェアハウスみたいのができたらねちょっとねいいなって思ったりとかしましたね。家庭菜園とかね、そういう野菜とかを作りながらなあのみんな年金とか、もしくは年金生活行ってない方は普通に軽く働きながらとか反共同生活くらいがいいですね。うん。とかをシャレみたいな感じで外国のよく南の国とか行った時にホテルで謝礼形式ってあるじゃないですか。ちっちゃい掘ったて小屋みたいのが掘ったて小屋って言ったらみたいのがこうその敷地内にポツポツ立ってて、まあその中で、村みたいな感じになってて暮らしてる。だからシェアハウスみたいにこう一個の大きい家の中にみんなが部屋を別々にして住むんじゃなくて、一個のシャレ、いわゆる日本のキャンプ場のロッジ、ちっちゃいロッジみたいな感じで住んでて、人によってはもうお風呂とかついてなくて共同浴場とかねが真ん中くらいにあって、人によってはそれも嫌なんでちょっとお高めのあの簡易的なお手洗いとシャワーが一つのロッジについてるやつに住んでたりとか、そういう村があってみたいなのだとちょっと楽しいなって思ったりとかしましたね。その中で野菜とかで作って、鶏とか飼ってね、ちょっと老人の村になってしまいましたねいやー、でもね、なんやかんや言ってね、やっぱね、これだけこうインターネットとかね、そういう系のインフラがこう発達した現代になったら、ある程度田舎とかに住んだ方がいろんな何か起こった時のリスクも少ないし、メンタル面とかね、その助け合いっていう意味でも生きやすい場所になってくるのかなっていうふうには思ったりしました。知らんけどね、個人的にそう思ったってだけなんですけどそんな感じで、とりあえず健康には気をつけましょうっていう感じで、私もねこれ便秘だわっていう風にね過信せずにというかちゃんと自分の体はしっかりチェックしてね、必要だなって思ったらきちんと病院に行ったりとかね、あとはこういう時タクシーをこう呼ぶとかね、こういう時はこの病院消化器内科はこの一番近いとこだとどの病院だとかいうのは一応チェックしたりとかしておいたので、そういうのはね大事だなっていうふうに思いましたね。はい。本当はね今回11月って新しい月になったので生活費の動画、毎月出してる生活費の動画を出せたらよかったんですけど、ちょっと今回は疲れ切っちゃっててね生活費の動画ってね喋るだけじゃなくて若干動画編集もいつもよりめんどくさいんで、ちょっとねあのそんな動画を作る体力も気力も今なかったのでちょっとね作れる感じになった時にまた出そうと思います。それではまた。